この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はこちら、電源コードについているフェライトコアは効果があるのかを検証していきます。基本的には電化製品であったり、スイッチング電源であったり、パソコンの電源ケーブルを見てみると、フェライトコアがついていることがあります。このフェライトコアは電化製品の内部で発生しているノイズが、この電源コードを伝って外に出ていかないようにするためのものです。ほとんどの人はフェライトコアがついていることなんて気にしないでなんとなく使っているかと思うのですが、実際どれくらい効果があるのかというのをこちらにある計測器類を使って検証していきます。その前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。なんと今回ディジキーが全面サポートしている電子工作コンテストが開催されることになりました。ディジキーでは日本で初めて開催する1回目のコンテストとなっています。ですので1にちなんだ電子工作作品をぜひ作ってみてください。今回はなんと私一見も特別審査員として参加させてもらいます。こちら見てみると一見賞なんてのもありますね。受賞作品はメーカーフェア東京2026で展示がされまして、展示当日には一見からインタビューもさせてもらいます。応募方法の詳細や審査基準については概要欄のリンクから確認お願いします。応募は2026年の6月22日までとなっていますので、作品を作った方は忘れずに応募お願いします。まずは電源ケーブルについて見ていきます。左にあるのが通常の電源ケーブル、そして右側にあるのがフェライトコア付きの電源ケーブルです。この部分がフェライトコアです。フェライトコア部分の構造を見てみます。このように分割されたフェライトコアが入っていて、これを電線を挟むようにして閉じると、ジロが形成されてフィルターとして動作します。このフェライトコアは電線をすべて一括して挟むので、主にコモンモードノイズに効いてくるものとなります。まずノイズといっても色々あります。主に電動ノイズと放射ノイズです。まず電動ノイズというのはこういったノイズ源、例えばスイッチング電源なんかがそうなんですけど、こういったノイズ源に接続してある電源コードから伝わってくる電磁ノイズのことです。次の放射ノイズというのはノイズ源から空間中に放射される電磁ノイズのことです。このフェライトコアで減衰できるノイズは主に電動ノイズの方です。つまり今回の電源コードの場合ですと、ここにフェライトコアがあるんですけども、こういったところであったり、こういったところにフェライトコアをつけたり、下の方にもフェライトコアをつけたりと。そうするとノイズ源から伝わってくる電動ノイズをここで減衰することができます。ノイズを減衰すると言っていますが、実際にはフェライトコアの部分でノイズを熱に変換しています。ここで電動ノイズを減衰できると、電源タップなどでつながっている他の製品に電動ノイズが伝わりにくくなります。ノイズがあまり強すぎると他の機器が誤動作する可能性もありますからね。まとめると、フェライトコアをつける役割としては、ノイズ源から外部に流出する電動ノイズを減らすこと、そして仮に外部から電動ノイズが伝わってきたとしても、フェライトコアを使うことで流入してくるノイズを減らすことです。つながっている他の機器に対して電動ノイズの影響をなるべく少なくすることができるわけです。ただここで注意してほしいのは、電源ラインに入っているフェライトコアはノイズ源自体で発生する電動ノイズを小さくする効果はありません。外に出ていかない、または中に入っていかないようにしているだけです。ノイズ源自体が出している電動ノイズを減らすには、ノイズ発生の根本的な原因を消す必要があります。ただノイズ源自体を消すっていうのはなかなか難しかったりするわけです。こちらが今回の測定セットアップです。右側にあるのがノイズカットトランス。真ん中にあるものがリスン。これは疑似電源回路網です。こちらが強子体。今回の場合ですと、これがノイズ源になります。そして最後、計測器です。こちらが接続図です。ノイズカットトランスを交流電源に接続して、そこにリスンを接続。リスンにはスイッチング電源などの電動ノイズを出す製品をつなぎます。またリスンにはノイズ源から出ている電動ノイズだけを測定できる端子が出ているので、そこに計測器をつなぎます。それぞれの役割を説明します。ノイズカットトランスは他の製品から出ているノイズをここで除去するためのものです。ノイズ分の少ない比較的クリーンな電源を供給してくれます。リスンには電源の入出力端子と信号測定端子があります。入力から入ってくる電動ノイズを一旦ここでも除去します。さらに測定するノイズ源から伝わってくる電動ノイズの成分だけを信号として取り出すことができます。計測器についてはスペクトラムアナライザーを使うことがほとんどです。今回はオシロについているスペアな機能を使うことにしました。
電動ノイズの測定については再現性を確保するために本来であればグラウンドに設置された金属胴体上で実験を行いますが、今回は設備の都合でやっていません。というわけでまずは実験してみます。こちらのスイッチング電源です。そこら辺に転がっていたものを持ってきました。回路を見る限りですと電源ラインのノイズフィルターも入っていなさそうですし、そもそも PSE マークがないので色々とノイズを撒き散らしていそうなヤバそうな電源です。ちなみに今オシロスコープに映っているものはどれくらいノイズが出ているかの FFT の結果です。リスンには何も接続していないので今見ているのはバックグラウンドノイズです。まずはフェライトコアがない通常の電源ケーブルで試します。接続するとこんな感じです。結構すごいですよね。電動ノイズとしてはかなりバンバン出ているような状態です。横軸は 150kHz から 30MHz の範囲を見ています。これは電動ノイズの測定の規格と同じです。縦軸は電動ノイズの強度を示しています。これが大きいほど強い電動ノイズが出ています。かなり出ていますね。次はこちらのフェライトコアが入っている電源ケーブルを使ってみます。実際につないでみると、ほとんど変わらないような気がしますね。これは実際にフェライトコアのありなしで比べてみると 5MHz 以下の周波数で電動ノイズは少しだけ減っているようです。ただし実験セットアップの再現性の部分の問題でこのような結果になっている可能性もあります。若干減ってはいるので効果は少しあるのかもしれません。効果があまりよくわからなかったので次は追加の実験をしてみます。こちらの電源ケーブルでループを作ってそこに大型のフェライトコアを通してみます。原理的には大型のフェライトコアで断面積が増えてさらに電源ケーブルのところでインダクターの巻き数も増やしているのでノイズフィルターとしては有利になりそうです。実際に試してみるとこのような結果になりました。大型のフェライトコアはあってもなくてもあまり変わらないという結果になっていますね。どちらかというと実験の再現性の問題の方が大きそうです。ここまで実験したフェライトコアの有無で大きな効果というのはなさそうです。実際フェライトコアを入れている電源ケーブルはコモンモードインダクタンスがどれくらいあるのか確認します。このフェライトコアは電線を一括でまとめているのでコモンモードノイズに効きます。フェライトコア付きは 5.5 マイクロヘンリー、何もないコアは4マイクロヘンリー、大型コア付きは150マイクロヘンリーでした。少なくとも1回通しただけでのフェライトコアではインダクタンス値はフェライトコアなしのケーブルとほとんど変わりませんでした。実際電動ノイズもそこまで減っていませんでしたからね。かといってこのような大型のフェライトコアをつけた場合でも電動ノイズの状況はほとんど変わっていませんでした。ですので今回のスイッチング電源の場合ですとフェライトコアをつけただけでは効果はなさそうだということが分かりました。このまま終わっても面白くないので他のノイズフィルターも試してみます。こちらは電源ライン用のフィルターです。内部にキャパシターと 0.3mm ヘンリーのコモンモードインダクターが入っています。実際に使ってみるとこのようになりました。低域の部分はほとんど変わっていませんね。ただ 500kHz 以上でノイズはかなり少なくなっています。20MHz 付近でのピークは変わらずです。このようにかなり効果が見えていますのでフェライトコア単体で使うよりかはこういった AC ライン専用のノイズフィルターを使った方が良さそうです。ちなみにこういった電源ラインフィルターは外に出ていく電動ノイズも減らすんですが外から入ってくる電動ノイズも低減する効果があるのでノイズの多い環境では割と必須のフィルターです。次の実験はノイズカットトランス自体をノイズフィルターとして使ってみます。少し構成を変えてこのような回路にしました。まず何もつないでいない状態のバックグラウンドノイズを見ます。今回は NF 回路設計の AC 交流電源を使っているので若干のバックグラウンドノイズは見えています。これは仕方ない部分です。そこにノイズ源をつないでみます。低域の電動ノイズについてはかなり減衰できています。周波数が高い部分についてもバックグラウンドノイズとほぼ同じくらいです。やはりノイズカットトランスだけあってかなり優秀ですね。ただこういったノイズカットトランスを装置ごとに用意するのは特別な事情を除いて現実的ではありません。なので先ほど使ったような AC ライン専用のノイズフィルターを使うことになります。
これまで使ってきたスイッチング電源はかなりひどいレベルのノイズまき散らし電源なんですけども、じゃあ一方で世間一般でよく使われるようなちゃんとした会社が作った一般的なスイッチング電源はどうなのかも見ていきます。では電源入れます。なかなかいいんじゃないですか。今ノイズカットフィルターは入れていないんですけども、元々のスイッチング電源自体が出すノイズが少ないので、電動ノイズ自体もやっぱり元々のレベルがかなり低くなっています。というか電源の電動ノイズは普通こうではなくてはならないんですよ。実際スイッチング電源の中身を見てみると、ここが AC ラインの入力部分なんですけど、キャパシターであったりコモンモードチョークなんかが色々と入っていますよね。こういった電力変換部分でノイズは出ているんですけども、回路の中にすでにフィルターが入っているから外に出ていく電動ノイズも低いということです。ちなみに世の中には低ノイズ電源なんてのもあります。低ノイズなんでおそらく電動ノイズも低いのかなと思うんですけども、実際測定してみます。ちなみにこちらはダイトロンの製品です。以前動画でも取り上げていますので、興味のある人は概要欄のリンクからぜひ見てください。電源入れます。すごいですね。このように電動ノイズ自体はかなり低いレベルとなっています。非常にノイズ性能の高い製品となっています。このような結果となりましたが、それにはしっかりと理由がありまして、この電源自体の内部回路がソフトスイッチングする設計となっています。ですので電源自体が出すノイズ自体が少ないです。その結果電動ノイズも少なくなります。はい。というわけで今日はフェライトコアがどれくらい電動ノイズを減衰できるのかから始まって、いろいろなフィルターで電動ノイズがどれくらい減らせるのかを検証してきました。結果としては今回試験した電源に限っては電源コードについているフェライトコア程度では電動ノイズはあまり減衰できないということが分かりました。今回やったようなフィルター回路の後付けというのは対処療法的なノイズ対策であって、ノイズ源自体が出すノイズを減らすことにはなりません。本気でノイズに向き合っていくのであれば、ノイズ源自体が出すノイズを減らすような設計をしていく必要があります。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。